ご視聴ありがとうございます。今回は大手私鉄のターミナル駅のご紹介です。その立地が招いた2つのトラブルと、それを打開するために取られた方策を行き交う列車や珍しい取り扱いを交えて丸ごと解説します。今では使われなくなったホームができる前にあったものとは一体何なのでしょうか。ここは東武スカイツリーラインの起点、浅草駅です。ただし二手に分かれる道路の間にあるこの建物全体が駅というわけではありません。この建物は駅店という名前のついた商業施設で、地下1階と1階、3階は松屋浅草デパートが入居。浅草駅はデパートに挟まれた2階部分だけです。ぼかしが入っているので分かりにくいですが、正面には高さのある入り口が口を開け、その上には黒いひさしと台座、ステンレスの切り文字で駅名、そして半円形のアーチが並び、左右にもライトがあるなど荘厳な衣装です。そして正面の柱には東武電車乗り場の看板が。関東地方で何々電車という表記をするのは珍しく、この東武鉄道くらいです。ここから伸びる路線、東武スカイツリーラインは東武の最長路線である伊勢崎線の一部区間に愛称がついたもので、先ほどの看板に載っていた駅名はいずれもスカイツリーラインの愛称範囲よりも先にあり、長距離特急の停車駅ばかりです。スカイツリーラインはこの先の曳舟駅で東京メトロ半蔵門線方面、北千住駅で東京メトロ日比谷線と接続していますが、これらに乗り入れる特急はないため、特急列車は全て浅草駅を起点としています。これらはこの駅の歴史にも大きく関わってきますので覚えておいてください。駅の中へと入ります。この天井はあくまで高さのある1階部分で、大観線の起点だけあって贅沢な空間使いです。駅弁売り場の隣には今年7月にデビューするスペーシア X の広告があり、その反対側には自動券売機、そしてその先には特急券売り場が続きます。特急列車のご案内のモニターは正面にもあり、広告モニターが1面、特急以外が1面を使っている一方、特急は残り2面を贅沢に使います。正面のエスカレーターを上がります。隣の階段には飲料の広告が貼り付けられており、効果は抜群だな感じです。今は両側には広告がありませんが、かつてはここに SL 大樹などの広告が掲示されていたこともありました。そしてここが東武浅草駅の改札。ホームの突き当たりに改札がある投炭式と呼ばれるホームですが、自動改札機は7台で起点の割には少々少ない感じ。そして正面奥にあるここは東武線ですの文字。構内を見て回る前にこの駅の概要と歴史をおさらいです。駅周辺の様子がこちらです。浅草駅は全部で3つあり、北から東武、東京メトロ、都営地下鉄が並びます。ちなみに600メートルほど西にはつくばエクスプレスの浅草駅がありますが、離れすぎていて乗り換え駅としての機能はほぼありません。3つの駅で最初にできたのが当時の営団銀座線の駅。1927年12月、国内最初の地下鉄として開業した区間の駅です。東武の駅が開業したのは31年5月。同年11月には松屋浅草がオープン。駅とデパートの複合ビルが本格的に動き出します。当時は世界恐慌の影響もあった時期だったため、デパートの職には求人が殺到、優秀な人材を多く確保できたそうです。浅草線の駅はそれより遅く、60年12月に開業しています。浅草線の駅の変わった構造と計画をまとめた動画は概要欄から見てくださいね。驚きと発見がいっぱいです。東武の起点はもともと7駅先の北千住であり、都心に路線を伸ばすにあたり1902年明治35年吾妻橋駅までが開業します。しかしその先にある隅田川を渡る橋梁は架けられず、その2年後1904年には曳舟亀戸間が開業、吾妻橋駅は廃止になりました。列車は亀戸から当時の総武鉄道に乗り入れ、両国橋駅まで運行されていました。隅田川を渡る橋がないのは両国橋も同じですが、すでに周りは繁華街で都電を使えば他の場所にも行けたので、利便性はこちらが上でした。東武は亀戸から先への延伸構想を有していたものの、用地買収が難航したことで断念。そして1907年に総武鉄道が国有化されると、自社のターミナルを構える必要が生じ、翌年には吾妻橋駅が初代浅草駅として復活。
都心乗り入れを実現するため浅草経由で上野までを結ぶ免許を申請しますが、浅草上野間が現在の銀座線と重なることから浅草を起点とすることになったのです。駅や橋梁の設計に時間を要したため、浅草駅は当時の浅草雷門駅として1931年に開業しています。そしてこの駅には3つの課題がありました。まず、土地が三方を道路に囲まれていること。そして用地の中心線が隅田川と並行しており、堤防との距離が90メートルしかない上、間には大通りがあったこと。さらに隅田川橋梁と土地の中心線がほぼ直角で、堤防から土地の終端まで230メートルほどしかなかったこと。これらに対応するため、隅田川への取り付け部分は半径100メートルの曲線となり、これから見ていくような制約の多い設備になっています。ちなみに当初の計画は3面5線の普通の高架駅でしたが、当時の社長の方針で浅草を象徴する立派な駅ビルを作ることになり、外部の設計会社の手も借りながら計画が進みます。大通りに面した東側には半円形の窓が並び、大きく開いた入り口が設けられるなど贅沢な作りである一方、この過程で駅施設や廃線は見直しを余儀なくされています。また、隅田川橋梁や高架線の建設にあたっては景観を損ねないという条件が付けられました。桁の高さが低い橋梁となったため、車内からも川を眺めることができます。改札口に戻ります。この立地ゆえの制約に満ちた構内をこれから見ていきましょう。一番右、1番線に列車が到着です。この駅は投炭式ホームですが、列車はさらに手前まで入ってきます。そう、4本の線路のうち1番線だけは改札より手前にまで伸びており、ホームとコンコースは柵で仕切られています。車体が一番奥にある壁に食い込んでいくように見えます。改札内に入ります。2番線から4番線までは終端部の位置が微妙に異なり、狭い土地で必要な長さの線路を確保する苦労がにじみます。そして1番線側を車止めへ向かって進みます。点字ブロックが入る間隔のある柱は改札のあたりまでで、そこから先の柱は点字ブロックに食い込んでいます。この柱はおよそ1両分にわたって並び、先端でホーム幅はいよいよ狭くなります。点字ブロックはここで終わり、列車がない時にこの先に進むのは危険です。そして壁面と先頭部は5メートル程度しかなく、ギリギリな感じ。列車が出た後のカットがこちら。ホームと逆側も柱の作りが違うほか、上にある梁の形も違います。詳しくは分かりませんでしたが、このホームは後から2両分ほど伸ばされたもののようです。そして建物の東側にあった窓の内側には凝った形状の部材が取り付けられているなど、こだわりが満載です。1番線を下り方へ進みます。6両編成の先頭のあたりでホームが曲がり、この先では壁も線路に近づき、突き当たりには大きな看板が。一番前のドアも開いてはいるものの、ここからの乗り降りは現実的ではなく、ホームの下には転落検知マットが並びます。その先には3番線に停車している車両が思いっきり斜めに映っています。1番線の列車が発車です。駅を出てすぐに急カーブになるため、時速15キロの制限がかかっており、車両は轟音とともにカーブを抜けます。20メートル車と急カーブだけあって、車体外側にあるホームとの隙間が開いています。ただしこの先を改めて見ると、オレンジ色のフェンスこそあるものの、ホーム自体は続いています。ちなみにこの浅草駅を発着する列車を収めた動画もありますので、概要欄から見てくださいね。隣の2番線を見てみます。すると壁面にはこんな看板が。そう、2番線の有効長は6両分であるものの、下り2両分ではドアカットが行われ、ホームは立ち入り禁止になっています。ホーム自体は続いていますが、幅は極端に狭いもの。また現在はこの先にフェンスが設置されています。2番線側は3両目の下り方からカーブにかかるため、4両目の端の部分は電車とホームの間が広く空いています。そして4両目の一番前のドアのところには立ち入り禁止の立て看板が。列車に乗れるのはここまでです。ちなみに列車が到着したばかりの時は、逆に降りる乗客を押しとどめるため、車内側に立て看板が置かれています。ポイント部分かと思うほど曲がった渡り板。
先頭車両の窓から見た光景がこちらです。1番線に入線する列車を間近に見るとモーター音が響きます。これはブレーキではありません。終端ギリギリまで突っ込んでいく一方、カーブの摩擦で速度が下がるのに対抗するためであり、この駅ならではの苦労がうかがえます。かつては2番線はこの辺りからも乗り降りできましたが、東京スカイツリーのオープンに伴って利用客数が増えて危険性が増すことから、2011年9月よりドアカットが行われることになり、ホームも立ち入り禁止になりました。そしてこのホームの手狭さが今に至るまで尾を引いています。浅草駅には8両編成までしか入線できず、それも1線しかないため、10両編成は隣の成平橋駅にあった地上ホームで折り返していたほか、曳舟や北千住で車両を切り離す運用もありました。ただし成平橋までのルートも遠回りで、接続路線がかつては浅草線のみだったことから、実質的な乗り継ぎはさらに手前の北千住となっていました。2003年には半蔵門線との直通が始まり、10両編成を半蔵門線に入れることで輸送力を確保しています。また北千住で接続する日比谷線は現在20メートル車の7両編成で運行されています。東部は北千住から先、関東私鉄最長の複々線を有していますが、浅草駅はそれらを走る列車の受け皿としては到底足りず、スカイツリーラインの通勤輸送は東京メトロの路線に支えられていると言っても過言ではありません。一方、特急列車が発着する3番線と4番線は6両までしか入れません。東武特急の両数が他の関東私鉄より少ないのは、ターミナルである浅草駅に6両までしか入れないのも要因です。半蔵門線や日比谷線に直通できる車両を作れば両数を増やせますが、他の終着駅にも6両までの駅が複数あることなどから特急列車は今でも6両までです。駅を出てすぐに半径 100m のカーブがあり、ポイントが集中するためホームをこれ以上伸ばすことはできません。ここでは速度が出せず、そして上下線のダブルクロスポイントはこの先の隅田川にあります。細かな位置調整が難しいため、通常ポイントは橋梁の上に設置しませんが、この線形ならやむを得ません。こうした線形も高頻度運行ができず、日比谷線や半蔵門線に列車を流す必要がある理由です。ただし浅草駅はラッシュでも1時間あたり10本余りなので、今ではそれほど問題にはなりません。特急ホームの前に北口へと向かいます。こちら側はホームの真ん中にポコッと階段があり、中2階で合流、そのまま下へと続きます。改札機は3台だけで、他の路線からも離れているので人気は少なく、装飾も控えめです。せっかくなので外に出て駅を眺めてみます。1番線の列車は先頭部が建物から出ています。ちなみに角張った建物でここだけ丸いのは、かつてあった煙突に合わせたカーブです。戦前の建設だけあって高架橋は重厚な造りで、線路脇の柵はデザイン性も考慮されているなど、細かなこだわりはここにも健在です。ご注意ください。そしてこの部分の高架橋はカーブがあまりに急なため、向きの異なる高架橋を突き合わせた上で間を処理する構造です。戦前の香りが漂う高架橋を眺めてから構内に戻り、特急ホームへ向かいます。ここにもスペーシア X の広告があり、アピールに余念がありません。隣の3番線には東武の最新鋭特急車両500系リバティが停車中です。一方、フェンスの上にはスペーシア X の模型があります。そして現在の特急ホームは一面2線ですが、4番線のさらに横にもう一つのホームがあります。これはかつて浅草駅で運行されていた快速や区間快速の乗り場5番線です。17年4月に運行が終了し、今ではテープで塞がれています。そしてこのホームは旅客需要の増大に合わせ57年4月に作られたものです。かつてはここにもう1本の線路があり、留置線として使われていました。柱が線路に寄っているのはそのためであり、左手にある窓の作りが他の場所と違うのは、ここがデパートの裏側であることに加え、後付けなのも理由です。上から見ると屋根のところも後付けのようですね。そして構造的な理由からか、5番線には北口から行ける動線がありませんでした。東武特急の起点だけあって、3、4番線ホームには乗車位置案内が並び、天井からも看板がぶら下がっています。ホームの下り方へ進みます。
3番線側は隣の2番線と同じく4両目の下り方からカーブにかかり、5両目と6両目は電車とホームの間が大きく開きます。そして特急列車の場合はドアの部分にこうした渡り板が設置されているほか、ドアが来ない場所には柵もあります。特急ホームではドアカットが行われないので、二重三重の対策で安全を確保しています。ホームの途中で床面がタイルからアスファルトになり、幅が狭くなっていきます。特急車両のドアはこの先にもありますが、停車中でもないのにホームから立ち入るのは危ない感じです。昼間なのであまり存在感がないですが、ホームの下には点滅するライトがあり、注意喚起しています。そして到着するなり渡り板を設置、慌ただしい駅です。逆に列車の発車時にはホーム上に複数の駅員が立ち、安全確認を行います。車両がない時のカットがこちらです。デパートの外壁は線路に対して斜めになっているほか、ここから線路の構造も変わります。ホームの仕上げが違うのは、この先が後から延伸されたものだからであり、この辺りから先は上にデパートがないので鉄骨組みの屋根になります。ただしその作りは全部が同じではありません。4番線の上だけ作りが古いのは、この辺りのホームができたのが他より早かったからであり、明かり取り用の窓もこの辺りにはありません。ホームの狭さに気を取られがちですが、この駅の歴史の名残はいろんな場所に残っています。そしてホーム終端の手前にある信号機は、両数の少ない列車でも信号を確認できるようにするためのものです。そして先ほどもちらっと映っていたのがスカイツリーラインの7キロポスト。これは北千住からの距離で、スカイツリーラインの0キロポストは今でも北千住にあります。そしてここから先、スカイツリーラインはまだまだ続きます。本編でも登場した浅草駅と切っても切れない関係にある隣の駅の動画はまた別の動画に続きます。ご視聴ありがとうございました。